こんにちは、マントです。このチャンネルでは主にキャンプや旅について取り上げています。万博期間中は万博のことについてもたくさん取り上げるつもりなので、よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。はい、これが4月20日日曜日の午前8時頃の桜島バスターミナルの様子です。前回平日に来た時に比べると人の数が全然違います。予約をしないと多分バスには乗れない状態です。バスの予約は関西マースというアプリで行うことができます。このアプリではたくさんのチケットを扱っているので、検索窓に駅シャトルバスと打ち込んで検索するのが一番早いかと思います。そして桜島駅から万博会場までのチケットを選択して、人数と日付、時間を選択、決済を行います。あとは乗車前にチケットを使うというボタンを押して予約画面を見せればバスに乗ることができます。今回は気合を入れて開園前から並ぶことにします。なぜ西ゲートを選んだかというと、やっぱり空いているからですよね。これが東ゲートのその時の様子ですけれども、西ゲートの方が明らかに人は少ない状態です。僕はちょっと遅れてきたんで西ゲートの一番右端に並ぶことになったんですけれども、ここが列が一番短くって長く並んだ人よりも先に入場できたんですよね。開園直後はこういう風にボランティアの人が入り口まで来てようこそっていう風にお迎えをしてくれてます。今日は朝一で行きたいパビリオンがあります。米国アメリカ間なんですが、西ゲートから反対方向にあるので歩いて10分ぐらい時間がかかります。それに結構並んでるな。アメリカ間は当日予約もできるんですが、やっぱりうまくいかなかったんで素直に並ぶことにします。中に入ると早速クラブのような EDM の音楽でお出迎え。ここから普通のパビリオンとはちょっと違いますよね。なんだかディズニーランドのどっかのアトラクションみたいな感じしないですか。この星型のキャラスパークくんがミュージカル仕立てで歌いながらこのパビリオンを案内してくれるという仕組みになっています。この人がこのアメリカ間で唯一人でナビゲートしてくれる人なんですけど、一生懸命ここで盛り上げようとしてくれるんですけど、いまいちね、みんなノリがわからないんですよね。この後はスパーク君がずっとアメリカの文化、産業、テクノロジー、それから宇宙に関してのナビゲートをしてくれて、最後は月の石を見て出るという仕掛けになっています。宇宙のところでは最後にちょっと面白い仕掛けもあるので、ぜひ皆さん体験してみてください。でこの月の石なんですけど、前回1970年の万博の時はアポロ12号の石を展示していたということなんです。で今回の月の石はアポロ17号の月の石を展示しているということが書いてありました。はい、アメリカ間の感想です。やっぱりこのパビリオンお金がかかってますね。アメリカの威信を感じます。展示内容を簡単に言うと、アメリカすごいだろう、アメリカ来たいだろうっていう、そういうアピールがすごいですね。でもそんなに嫌味に感じないところがやっぱりすごいところかもしれません。全体がスパークくんが歌うミュージカル仕立てになっているので、割と飽きにくい構成になっていて、そこも好感が持てました。そして宇宙のコーナーちょっと多めに取ってあるので、宇宙好きにはたまらないパビリオンだと思います。月の石の感想はぜひご自身で感じてみてください。万博にはナショナルデーという設定があって、
万博の期日の中で1日だけその国を特集して音楽や文化を楽しめるようになっています。概要欄にナショナルデーのリンクも貼っておくので、興味がある方はぜひご覧ください。次は前回来た時に午前11時頃から空飛ぶ車のデモンストレーション飛行があると聞いていたんで、早速その場所に行ってみたいと思います。この日は10時半から始まってたみたいで、もう来た時には終わってました。次は12時半ということなので、そこまで待ってみたいと思います。万博会場にはこういったスタンプ台がたくさん置いてあって、その数なんと200箇所以上。公式のスタンプパスポートも売っているので、御朱印帳のように楽しむこともできます。オフィシャルストアでパスポートを売ってるみたいなんですけど、なかなか混んでて手に入らない時は、この大阪駅の中央口の前にもですねストアがあるんで、ここで手に入れるということもできるみたいです。次のドローンの実演まで1時間ぐらいあるので、その辺をブラブラしたいと思います。ここは前回言ったフューチャーライフビレッジなんですけど、この日は越前和紙のイベントを何かやってました。このウイスキーのラベルも越前和紙で作ってるみたいですね。前回言った JAXA のパビリオンなんですけど、人類が月に行くという動画、実は結末が2種類あるんだそうです。2回楽しめるわけですね。他にも電気分解ではない方法で水素を生み出す方法なんかを紹介している企業ブースもありました。ここは何回行ってもいろいろ発見があって面白いですね。でこれがくら寿司なんですけど、11時40分頃です。やっぱり並んでますよね。なかなかここは整理券がないと厳しい。くら寿司の向かい側にはこうやってかなりの数のベンチが置いてあって、ここでご飯食べたりすることもできるんですね。ちょうどオーシャンビューなので、ここは今の季節だったら気持ちよくご飯食べれますよね。前の道路は外周を一周する EV バスのコースになっていて、時々こうやって EV バスが通っていきます。自動運転の車もここで通るんですよね。会場内のところどころにあるサイネージはいろいろなイベントの情報が書いてあるので、時間が余った時なんかはここで何かやってないか情報を確認するのもいいですね。ここは初日にアドがライブをしたエキスポアリーナ祭りです。イベントをやっていない時はこうやって普通に入ることができます。中は人工芝の大きな広場になっていて、ここで寝転がってくつろぐこともできるんです。特にですね、寝転がってても怒られることもないんで、ちょっと疲れた時はですね、この季節だったらまだですね、ここで寝転んでゴローンってしながらしばらく休むのもいいかもしれないですね。でちょっとですね、僕も他の人の真似してゴローンってしてみました。結構これね、気持ちいいですよ。突然何をしてるかと思ったと思うんですが、これ実はですね、世界の5大陸の石を集めてみんなで万博期間中磨こうというイベントみたいなんですね。ちょっと不思議なイベントなんで僕も参加してみました。今持っているヤスリで石を磨いていくわけなんですけど、万博期間が過ぎれば過ぎるほどどんどん細かいヤスリで石を磨いていってピカピカにしていこうという計画らしいです。こういう風に5大陸の石が並んでます。12時を過ぎるとこの通り全く並ばなくても入れます。さあそろそろドローン実演の時間が来たので、早速見に行きたいと思います。今回フライトについては5分から10分以内で飛ばす予定になっています。で最高高度は10メートルまで飛ばす予定でして、彼リフトエアクラフトのチーフパイロットということで、今日はフライトを担当します。ではフライトを開始します。
ということで、チーフパイロットのジェインスからですね、どんな感じだったか感想を聞いてみたいと思います。How do you feel about your flight? The flight was absolutely amazing. The view up there today is so great. We can see Kobe, Osaka, and all of Expo, and you can feel the wind when you're up there. ですね、機体をご覧の通り左右がこう横が空いてますので、非常にこういう風をですね、肌で感じることができるっていうのと、10メートルの高度になりますので、大阪の街とかですね、万博の景色とかがこうすごく、見えて、非常に爽快だったという、話でした。フライトが終わった後は毎回やってるわけじゃないと思うんですが、質問に答えてくれるコーナーもあって、実はその中でですね、人を乗せてこれから運行するという計画もあるというような話もありました。森の宮の駅の近くの e モビリティタウンというイベントがやってまして、そこにもこう格納庫とかを作ってるんですけども、そこをちょっと想定しています。残念ながらこの動画編集している間に、部品が落下するという事故が起こりまして、今は展示が中止になっているみたいです。また運行できればいいですけどね。さあ次は万博会場の外周を走る e-mover の自動運転車に乗ってみたいと思います。e-mover は3分から5分おきに発車していて、その中で自動運転車は20分に1回発車しています。e-mover の料金は1回400円、乗り放題の1000円のチケットでも乗ることができます。自動運転車に乗るとこういった記念乗車証ももらうことができます。自動運転車は通常の EV バスと違って座席がかなり限られていて、少人数だけで乗るバスになっています。だいたい6人ぐらいかな。でこのように座ると運転席がかろうじて見えるぐらいで、実際にハンドルが自動で動いているかどうかっていうのは微妙にしかわからないんですよね。で上のモニターでですね、本当はカメラを使ってその座席の映像が見れるという仕組みらしいんですけど、残念ながらこれ、そのカメラが壊れているということで、こうやってですね遠くから見るしかないというような状況でした。本日ちょっとモニターが必要で申し訳ございませんが、私ほとんどハンドルは握ってない状態でバスの方が自動で運転してまいります。私乗務してますが、ほとんど安全のため万が一の時のために私乗ってますが、ほとんどバスが自動で運転しております。乗り心地がどうかというと、はっきり言うとですね、やっぱり人の方が乗り心地は全然いいですね。やっぱりブレーキの操作とかが急ブレーキになりかけることが多いし、速度を歩いている人にすぐに反応して止まったりするんで、乗り心地がそんなに良くないんですよね。火をかけております。自動でブレーキをかけております。はい、そうでございます。はい、インプットされております。でこの先に信号などもございますが、そういった秒単位で読み込みもしてもらいます。こちらでまた一旦停止となりリングも追加いたします。先自分に曲がります。それで曲がります。
ってますのは私ども会社のバスの駐機場でございます。すいません、手動に切り替えます。まあこんな感じでちょっと乗っただけでも結構いろいろトラブル起きてるみたいなんで、まだまだですね、自動運転が実際に公道で実用化されるっていうのは遠いかもしれないですよね。でバス降りたところに SNS で有名になったこの石のカーテンみたいなやつがありました。これね、本物の石っぽいんでね、大丈夫なのかなって感じしますよね。ちょっと不思議な空間ではありますけど、なんだか怖いような気もする。はい、なんか楽しい音楽聞こえてきましたね。こういうやっぱりね、みんなで踊るみたいなやつがやっぱ万博の醍醐味ですよね。もうこういうところに出会うとフラフラって入っちゃいますね。とにかくインドネシアは呼び込み方がうまいですね。やっぱりこれに惹かれてどんどんお客さんが泊まってパビリオンに入っていくっていう、なんかいい連鎖が起きている感じがしました。パビリオンを待っているお客さんにはコーヒーが振る舞われていて、全然暇をしないようにいろいろ工夫されてます。パビリオンの入り口はイメージ通りの熱帯をイメージした感じになっていて、スマトラタイガーとかコモドドラゴンとか有名な動物をかたどったようなオブジェがたくさんあります。僕はちょっと興味がないんで分からなかったんですが、インドネシアの刀剣類、武器類もかなりの数展示されていて、興味がある人はこれすごい面白いんじゃないでしょうか。ここは最後に見るショートムービーの待合室になっているんですけど、伝統織物もしっかりここで宣伝されてます。そしてこの映画がね、素晴らしかったです。で最後はですね、食事もできるっていうことで、もう満足ですね。全てが満たされてます。インドネシア館の感想です。とにかく盛り上げ方がうまいですね。最初の音楽や踊りから入って、そして中に入った瞬間からインドネシアの自然を感じられるように工夫されてます。その後がよくあるプロジェクションマッピングの映像なんで、やっぱりこの手できたかってちょっとがっかりしたんですけど、最後にショートムービーを見せられるんですが、これが素晴らしい作品で、どこかの村のお祭りのような景色を撮っているんですが、それがすごくなんだか懐かしい雰囲気で心を揺さぶられましたね。本当に芸術品の映画なんで、この最後のムービーぜひ見ていただきたいです。万博の会場にはこういった踏切がいくつかあるんですけども、これ一体何に使うんだろうなと思ってたら、これなんですね。これ VIP の車両が来た時に通るってなってるんですね。次はいつも行列ができているエジプト館に行きたいと思います。この日も30分ぐらい並びました。エジプト館の感想です。入ると大きく2つの部屋があって、1つ目が古代エジプト王朝の繁栄、もう1つが未来へ続くエジプトの繁栄、2つを表しています。プロジェクションマッピングと古代遺跡のコラボレーションってすごく合うんですけど、ただそれだけなんで、それ以上でもないんですね。古代エジプト王朝の遺物が何か展示されてるんじゃないかなって期待したんですけど、残念ながらそれはなかったです。ここからはこの辺りにあるパビリオンを駆け足で紹介します。
まずはバングラデシュ。どこかの企業の商談ブースのような産業の紹介がほとんどになっているので、僕的にはあまり興味を惹かれるものはなかったですね。次はセネガルです。セネガルもバングラデシュと同じような現代のセネガルの産業についての説明がほとんどでした。また説明のほとんどが英語なのでちょっと内容が分かりづらかったですね。お土産は革製品でした。次はチリです。全体がゲルのような形で、伝統的な織物に囲まれていて、その織物の匂いが独特で何とも異国情緒を感じました。この織物はインディオの伝統的な織物ということで、模様についても一つ一つ意味があるということを説明してくれました。もう少し観光資源について何か実物の展示があったらよかったんですけど、こんな感じの映像だけだったんで、そこは残念ですね。次はカンボジアです。カンボジアは期待通りのアンコールワット推しで、逆にこういうパビリオンの方が安心しますね。伝統産業や遺跡推しが強くて、現代のカンボジアの方にあんまり焦点を当ててない感じでした。でもその方がいいんですよね。だって観光に行くんだったらそっちの方興味ありますからね。お土産があったんですけど、7000円の絵が欲しかったんですが、ちょっと高いわな。次はアルジェリアです。アルジェリアはアフリカ一面積の大きな国なんだそうです。持続可能な未来に向けてのさまざまな取り組みや、現代のアルジェリア、未来のアルジェリアの姿などを紹介していました。僕的にはもっとどんな文化を持った国なのかを紹介してほしかったんですけど、そこはあんまりこのパビリオンの中にはなかったですね。次はバルト館です。中に入るとパビリオンの中全体がハーブの匂いがします。生かすことのできるさまざまな植物を図鑑のように立体展示しているのが特徴です。自然との共生、自然から作り上げる持続可能な社会というすごくオーガニックなパビリオンですね。こんな森の国でキャンプや一回してみたいなっていう、そんなことを思いました。この地域の人たちはキノコ採り民族とも言われているらしく、パビリオンのキャラクターバラビちゃんはキノコのキャラになっています。次は欧州連合 EU です。持続可能な社会を作るための課題と社会的取り組み、ちょっと難しくてよくわからないですよね。僕もあんまり興味が湧く内容じゃなかったです。 EU がどんなところか知ってますかっていうクイズもありました。一番最後にあるですね、枯山水のロボット、ちょっと面白かったですね。これはどういう意味なんだろうかってちょっと考えちゃいました。延々と描くですね、水の奇跡っていうのが持続可能性を示唆しているのじゃないかなっていうふうには思いました。今日はだいたいこの辺りを見て回りました。次は前日に予約できたパビリオン未来の都市に行ってみたいと思います。最近は万博オフィシャルショップの近鉄や JR 西日本のお店の行列がすごいことになっているんで、お土産を買う予定の方は注意した方がいいです。あらかじめトイレをお済ませになってからご来館ください。未来の都市の前半では、我々はどこから来たのか、そしてどこへ行くのかというのをテーマに、技術の進歩と未来の展望を見ていくことになります。ここでは未来の技術について紹介されているんですけど、この箱みたいなものから流れる音声がかぶってて、もうパチンコ屋さんみたいな騒音にしかなってないんですよね。これはもうちょっと考えた方がいいですね。後半は企業ブースになっていて、小松や川崎など日本を代表するような企業が自社のですね、未来プロダクトになりそうな商品をたくさん展示しています。
その中でも気になったのがこの川崎のコルレオ。中二病全開のこのフォルム、かっこいいですよね。これはモンハンやってる人にとったらあれにしか見えないですよね。あれ。他にも未来の帆船や海底で活動する重機、二酸化炭素を吸収するコンクリートなど面白いプロダクトがたくさん紹介されています。体験型のコーナーもたくさん用意されているので、お子様連れの方はより楽しく楽しめるんじゃないでしょうか。未来の都市の感想です。このパビリオンは大の大人が一人で行くよりも子供と一緒に行って未来の希望を見せるためのものだと思います。大人目線で見るとよくある未来社会なんですが、僕たちが子供の頃に筑波万博なんかでワクワクしたみたいに、きっとこれを見てですね、子供たちも未来に希望が持てるんじゃないでしょうか。体験型のイベントもたくさんで、子供連れなら飽きない内容だと思います。逆にぼっちだとちょっと参加しづらいです。もちろんですね、コロレオのように大人が見ても中二病くすぐられる仕掛けもあるので、一人でももちろん楽しかったです。これはもう万博の王道、ザ・万博というパビリオンです。今日は当日予約で噴水のショーも撮れたんで、早速噴水のショーも見に行きたいと思います。噴水のショーが開催されるのはこの辺りです。ショーの中身は皆さんの目で確かめてみてください。ちなみに過去上げた動画の中に20年前愛・地球博の時の貴重な噴水のショーの動画もあるので、ぜひ見比べてみてください。最後のドローンのショーまでまだ少し時間があるので、先ほど見てなかったチュニジアのパビリオンを見たいと思います。内容はチュニジアの自然や医療についてのプロジェクションマッピングでした。あまり興味をそそるものではなかったかな。お土産コーナーには可愛い雑貨がたくさんありました。真鍮製のお皿を買うとアラビア語と英語で自分の名前を彫ってくれるっていうサービスもあるようです。そういえばタジン鍋ってチュニジアだったんですね。まだ時間があるので、今度はコモンズでいくつかの国のパビリオンを見てみたいと思います。モンテネグロのブースはこうやって寝っ転がって天井に映し出された映像を見るっていうものでした。結構ね、これ迫力ありますよ。このポップな IKEA のようなブースはウクライナのブースです。 Not for sale と書いてあるこの商品にそれぞれバーコードがついていて、バーコードを読み取ったらこのようにウクライナの人たちの声が聞けるというものになっています。話はなかなか重たいんですけども、やっぱり現実を感じますね。お昼は40分待ちだったそうです。最後はグアテマラです。ここに並んでいる数々の品物は祈祷に使われる商品なんだそうです。民芸品ではないそうなんですけども、悪魔のですね像なんかがあって、それを燃やして悪魔を追い払ったりするという話をしてました。その悪魔なんですけど、めちゃめちゃ可愛いんですよね。最後はドローンのショー、ワンワールドワンプラネットを見て帰ります。
はい、というわけで3回目のぼっち万博、これで終了です。もしこの動画気に入っていただけましたら、高評価やチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ドローン最後はですね、こうやって東と西のゲートを教えてくれるようになっているという親切な仕様です。今日もまたですね、混み合ってる感じなんですが、地下鉄に乗って頑張って帰りたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。